な旋回です。プリミティアプレイヤーエールです。今回は高機動カーを作ってみようと思います。ロケットエンジンをうまく使って素早く曲がれるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは車体の部分からですね。プラスチックのフレームにベアリングや以前作った滑らかタイヤ、モーターを組み合わせて氷をモーターで回して前進、ハンドルを動かすと前輪を左右に動かして旋回できるような仕組みにします。ハンドルはベアリングを利用してたくさんのプラスチックのかけらを綺麗な円形に組み合わせました。こちらを取り付けて回してみると、よし、ハンドルに連動して前輪が動いてくれました。これならいい感じに旋回できそうです。さらに3段階に接点を切り替えられるロータリースイッチとバッテリーを3本取り付ければ、とりあえず車体部分ができました。早速地面との固定を解除して乗ってみましょう。スイッチをオンにすると、勢いよく走り出しました。ベアリングの外輪と軸をうまく使ってタイヤにつながった軸が多少暴れてもぶつからないようにしているので、段差のあるところを通っても壊れることなく進むことができました。でも角度が急な坂に登ろうとすると後輪が空回りしてしまって進めなくなります。私の視点にして速度を確認してみると、平地での最大速度は秒速 9.3 メートルほどとそれなりに速いです。タイヤの径を大きくすればもっと速くできそうですが、その分壊れやすくなるのでこれで問題なさそうです。そのまま進んでいると古代の要塞に落下して壊れてしまいました。では次はサコケラを2駅並べてその間を8の字に走行してみましょう。早速走ってみると、バッテリー3本だと速すぎるみたいです。そこでバッテリーを1本にしてみるとどうでしょうか。早速試してみると、このくらいの速度なら8の字で旋回できそうです。でもこのゲームは車体が旋回しようとしても一緒にプレイヤーが回転していないとうまく曲がるのは難しいです。それでも右スティックを適切なタイミングで倒して旋回に合わせることでなんとか8の字走行することができました。車体の部分はこれで良さそうです。それではこちらにロケットエンジンを取り付けて旋回力をさらに上げてみましょう。2つのロケットエンジンをつなげて取り付けたらハンドルを回した後曲がる方向に合わせてロケットエンジンが噴射するようにします。それなりの量の燃料とバッテリーをつけたら試しにスイッチを入れてハンドルを回してみると、噴射はされていますがこれだと曲がる方向と逆に行ってしまいますね。配線を組み直してハンドルを回した方向の反対側が噴射するようにしましょう。これならクイックに旋回してくれるんじゃないでしょうか。早速乗ってみると、バッテリー3本じゃダメですね。しかし1本に減らして試してもロケットエンジンなしの時より曲がりづらくなってしまいました。多分ロケットエンジンの位置が後ろすぎるせいだと思うので前の方に移動しましょう。推進力が前にあることで前輪の角度とうまく噛み合って
旋回を手助けしてくれるはずです。この状態で乗っていると、曲がろうとするのを噴射がサポートして素早く旋回できています。でも、噴射し始めるのが遅い気がしますし、大きくハンドルを回すと、引っかかって壊れてしまいました。なので、さらに改良して、旋回しやすくしていきましょう。噴射するまでのハンドルの角度を、さらに浅くして、スイッチの配線を見直すことで、タイヤに接触しないようにしました。これならどうでしょうか？早速試してみると、軽やかな旋回です。ハンドルの動きをしっかりスイッチが検知して、ロケットが噴射しているので、その推進力を使った素早い旋回ができています。ここで完成でも構いませんが、せっかくなので、プラスチックを使ってかっこよく飾り付けましょう。タイヤに泥よけをつけた後、後ろに大きなウィングを取り付けました。ほとんど意味はないと思います。最後にバッテリーをつければ、高機動カーの完成です。結構それっぽい見た目になったんじゃないでしょうか。早速走らせてみると、飾り付けのせいで、若干動きは重くなりましたが、それでも、ハンドルを回した後、ロケット噴射でサポートして、いい感じに旋回できています。それでは、もっとこの旋回を楽しむために、こんな感じで、サコキャラを5体縦に並べて、ジグザグに間を縫うように走る、スラローム走行をしてみましょう。果たして無事に抜けることは、できるんでしょうか？早速挑戦すると、途中まではいい感じでしたが、なかなか難しいです。徐々にスピードが増すので、ぶつかってしまうんですよね。どうやら、このままでは難しそうなので、もう少し、サゴキャラ同士の間隔を広げてみましょう。これくらい広げれば、無事に抜けられるんじゃないでしょうか。早速走ると、いい感じに走れていますが、操作が悪かったのか、2匹のザコキャラに接触してしまいました。こうならないように、次はもっと慎重に走ってみると、いい感じにスタートして、クイックな旋回です。ロケット噴射の力をうまく利用して、スラロームを成功させることができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スイッチを手前に倒すと、噴射がオンになるので、いい感じに間を抜けて、スラロームが成功しました。アトラクションとしても、結構楽しめますね。でもザコキャラにぶつかると、普通に壊れるので、気をつけましょう。それでは最後は、高機動カーに乗って、行けるところまで行ってみましょう。後ろからの視点にして、山を登っていきますが、バッテリーが1本だったので、パワー不足でうまく進めません。そのままなんとか山を登りましたが、滑り落ちていって、海にはまってしまいました。そこで、ブースターを開放して、噴射してみましょう。なるほど。くねくね動いてはいますが、前にはほとんど進めていませんね。ここで燃料もなくなったので、スライムを捕まえてきて、食べてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、高機動カーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、
高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー